皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はプリーチャーカールについて完全解説していきます。丸々とした力こぶを作る上腕二頭筋のトレーニングとしてプリーチャーカールを取り入れている人は多いと思います。そしてトレーニング効果を最大化するためには筋肉の特性やトレーニング種目のメカニズムを理解してトレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかしそのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、1、上腕二頭筋の機能と働き、2、プリーチャーカールのバイオメカニクス、3、プリーチャーカールのフォーム、4、よくあるエラー動作、5、効果的なセットの組み方、6、年間トレーニング計画の立て方。以上6点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、過去にご紹介したダンベルカール、ハンマーカール、リバースカール、インクラインカールとともに、ぜひトレーニングのバリエーションに加えてみてください。プリーチャーカールをやったことのない人はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も、今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。それでは、たくましい腕を構成する筋肉について見ていきましょう。まずは上腕二頭筋。肘を曲げ、開外する働きがあり、山のような力こぶを形成します。開外とは、このように前腕を回旋する運動のことで、親指が外側に向かっていくことを開外、内側に向かっていくことを開内と言います。上腕二頭筋は、開外すると緊張が高まり、開内すると緊張が緩みます。したがって、開外した状態で肘を曲げると上腕二頭筋が強く働き、開内した状態で肘を曲げるときは上腕筋が強く働きます。また、開内開外中間位、つまり親指が上に向いている状態で肘を屈曲すると、腕頭骨筋が強く働きます。これらの筋肉を個別に着実に発達させることによって、太くたくましい腕を手に入れられることが想像できると思います。続いて、プリーチャーカールのバイオメカニクスについて解説します。こちらの図は、ウェイトから肘までの水平距離の違いによる関節トルクの変化で、水平距離が最大になる肘関節90度の位置が最も負荷が大きいことがわかると思います。そこで、プリーチャーカールの開始姿勢を見ると、スタートの時点ですでに負荷があることがわかると思います。そして前腕が水平になる位置で負荷が最大となり、さらに屈曲していくと徐々に負荷が減少していきます。最終的に前腕が垂直になるまで肘を曲げると負荷がほぼゼロになります。続いて筋収縮の種類について解説します。肘が曲がり、筋が短くなることを急伸性あるいは短縮性収縮と呼び、肘が伸びて筋が長くなることを遠心性あるいは伸長性収縮と呼びます。そして伸長性収縮によるトレーニングで筋肥大効果が強いことが知られており、特に最大にストレッチされたポジションで負荷がかかることにより、効果がさらに増大することが知られています。つまり、スタートの時点がストレッチポジションで負荷がかかる状態になっており、立位のカールと比較して高い筋肥大効果が期待できることがプリーチャーカールの最大のメリットと言えるでしょう。続いて、プリーチャーカールのフォームです。開始姿勢は、アジャスタブルベンチを60度または45度に設定し、ベンチに上腕部を密着させ、手のひらを正面に向け腕を伸ばします。上げる動作は、そのまま肘を曲げていき、肘の角度は前腕部が垂直になる手前で止めるようにします。ただし、レストポーズを行う際は垂直まで上げてもらっても構いません。下ろす動作は、上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションまで下ろします。ただし、肘を伸ばしきらないように注意しましょう。ただし、レストポーズを行う際は伸ばしきって休んでいても構いません。プリーチャーカールのバリエーションとして、腕頭骨筋を鍛えるハンマーカール、上腕筋を鍛えるリバースカールなどがあります。上腕筋は上腕二頭筋の影に隠れてなかなか見えにくい筋肉ではありますが、減量などが進んでいくと、このように外側に上腕筋が見えてくることがありますので、トレーニングを頑張りましょう。続いて、よくあるエラー動作です。
前腕が垂直以上になるまで肘を曲げてしまう。繰り返しになりますが、負荷がゼロになってしまい、トレーニング効果が減少します。肘を伸ばしきってしまう。こちらも休憩になってしまい、トレーニング効果が減少します。ただし、レストポーズを行う際は大丈夫です。反動を使い、挙上動作が速すぎる。トレーニング効果が減少します。可動域が狭い。ストレッチポジションでの負荷がかからないので、プリーチャーカールにする意味がありません。続いて、効果的なセットの組み方について説明していきます。まずはステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ベンチプレスのような多関節種目と違い、アームカールのような小さい筋肉を狙う単関節種目では、高重量で反復回数が10回を下回るようなトレーニングを行うと、可動域が狭くなったり、反動を使ってしまい、筋肉の成長が最大化しないばかりではなく、腱などを痛めてしまう危険性も高まります。特に小中級者の方はこのことをしっかりと理解しておいてください。年間トレーニング計画は、まずはじめにステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月継続したら、ステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は、筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になれば、もっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄にいただけると嬉しいです。公式 LINE や Instagram、X のリンクも概要欄に載せておきますので、メッセージ、DM などでお気軽にお問い合わせください。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたらぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。